おだすこんちこんばんポテトです。ということで今日はですね、バルセロナエピックは高育成しろやっていきたいなと思います。ということで、この後動画出すんですけども、ちょっと先にね、この3人の育成出していきたいなと思います。ということで行きましょう。まずはジュリーからですね。ジュリーね、初登場ということで、懐かしいね。164センチということで、かなりね、ドリブルはしやすいかなと思うんですけど、ドリブルとか、あとはスピード瞬発、この辺ですね。ここは特化してあげると一番良いかなというところですね。普通に育てるとこんな感じかなと思ってやっている感じですね。ただ、僕、個人的にはですね、こんな感じ。この方がちょっとおすすめかな。何が変わったかっていうと、特にフィジカルですね。ここはね、65に乗せている状態になっています。なんで65なのかとかに関してはですね、この後出す動画をちょっと見ていただければなと思います。すいません。よろしくお願いします。で、そんな形でですね、ドリブル97とかあったらかなりね、そもそも164センチなんで、かなりドリブルはしやすいと思いますから、これはいけるんじゃないかなと思います。で、もう一個ブースターね、つけるとしたらそうだな、ボールキャリーとか、この辺はつけておくと、いいかなって感じしますね。で、スキルに関しては、ある程度ね、揃ってはいるんで、コントロールカーブとか、アウトスピンとか、それぐらいはつけてもいいかなと思います。これはこれでかなり強いかなとは思うんですけど、今後ね、多分これぐらいの選手は結構出てくんじゃないかなって気はちょっとしちゃってますかね。次、デコですね。今回のデコかなり強いですね。こんな感じかなと思っております。ドリブルとか、あとパスですね。これパス4振りでこれってかなりやばいよね。っていうところと、あとはスピードとか瞬発ですかね。今回はこのフィジカルも含めてボディバランスとか、スピード系にもちゃんと触れるのがこのデコの強いところなのかなと思います。もうちょっとスピード特化にしちゃってもいいかなとは思いますけどね。もしくは、ブースターのスロットのところでこのスピード系がつくやつですね。を、つけてあげるっていうのも一つの手かなとは思います。みんながみんなね、ブースタースロットどんどんつけれるとは思わないので、こんな形にはしているんですけど、で、あとはフィジカルをね、70に乗せておくことでかなりね、やれると思うんですよね。ゴリゴリにできるかって言ったらそんな感じではないんですけど、前で持った時にかなりこねられるとか、相手ディフェンダーからのね、プレスは耐えられるかなと思います。で、裏底地も105とかいくしね、この辺はいいんじゃないかなと思います。で、過去版と比べると、ちょっと過去版はこんな感じなんですけど、過去版もね、結構良くて実は。ただ、その分、スピードとか、この辺ですよね。フィジカルとか、この辺は今回触れるって考えると、今回もかなり強いのかなとは思いますかね。デコに関してのブースターもつけるとしたら、スピード系はちょっとつけたいかなとは思いますかね。追加スキルとしては、足裏コントロールとかつけてあげると、使用感は良くなるんじゃないかなとは思っております。最後、ロナウジーニョですね。ロナウジーニョはこんな形にしていて、ドリブル系、そしてモメンタムついてますから、もうドリブル系とスピード系。これね、実質、アタッキングサードで、ボールを触ればですね、ほぼ完走しますよという形ですね。瞬発も95ぐらい開けとけばいいんじゃないかなとは思いますけど、あとはフィジカルですかね。フィジカルをね、今回ね、これね、ちょっと、こんな上げてる人いるかなって感じなんだけど、85にしてます。これね、かなり理不尽になります。これもね、またちょっとこの後出す動画見てください。見ていただければと思うんですけど、85でかなり理不尽感は出てくるので、ただでさえこれだけでもだいぶ理不尽なので、そこに理不尽感が増していくんじゃないかなとは思っております。ただ、これはフィジカルに関してはですね、正直上手い人からしたら、こんなにはいらないかなって感じ。ドリブル結構得意ですよって人は、こんな感じ。80ぐらいにしちゃって、その分ですね、パスとかってやっていけばですね、ロナウジーニョのこの良さとか理不尽さがどんどん生きていくんじゃないかなとは思いますかね。で、スキルに関しては、ダブルタッチとかついてるのすごくいいんですけど、スルーパピンクロとかかなは欲しいかな。あとミドルワンシューとかも欲しいけど、その辺はちょっとつけてあげる方がいいかなとは思いますかね。左ウィングで使うのが基本的にはなると思うんですけど、ポジション適正つけてセンターフォワードとかで使えるのもかなり熱いよね。センターフォワードだったら特にね、さっきの育成の1から85、この方がもしかしたら生きるかもしれない。そんな気はしてますね。で、一応過去版のロナウジーニョがこんな感じなんですけど、これも結構強くて、ただ今回フィジカルとか、スピードとかね、この辺触れたりとかするのが、違ったり、あとモメンタムついてるからね。だからそこの違いはあるんですけど、どっちかって言ったら今回のが強いんですけど、このロナウジーニョ持ってたら、最悪こっちでもどうにかなるかなっていう気はしております。単純に今の環境でこのロナウジーニョとかの能力がね、めちゃめちゃ強いと思うので、それはそれでありかなとは思います。で、ロナウジーニョのブースターはね、スピード系がつく、ブースターですね。アジリティとか、クロースターとかかな。
クロスとかかな、そんなところですね。はい、ということでいかがだったでしょうかね。こう育成しろということで3人紹介していきましたけども、この新しい環境でフィジカルとかね、この辺がやっぱ注目されがちな部分ではあるので、そこに関してはまたちょっと検証動画出しますので、そちらを見ていただければと思います。いや、これね、モメンタムのロナウジーニョは結構熱いよね。こうやって育成したらよかったよとかね、あったらぜひコメントで教えていただければなと思います。ということで、今日の動画これで終わりたいなと思います。またよかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。この後も動画1本出すんでよろしくお願いいたします。ということで、バイバイ。